どうも、たくみです。今回はテストステロン量を増やす16の方法についてお話ししていきます。簡単に僕のプロフィールはこんな感じになっています。参考文献については概要欄にまとめておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。ではまずテストステロンとは男性ホルモンの一種で、筋肉を大きくしたり女性にモテるといったメリットがあると言われているホルモンです。具体的には肉体面で筋肉を大きくしてくれたり、骨を作ったり、内臓脂肪を減らしたり、脂肪をそもそもつきにくくする作用があると言われています。一方、メンタル面ではやる気や競争心を高めたり、ポジティブで前向きな気持ちになったり、記憶力の向上やボケ防止につながるといった働きもあると言われています。その他にもいろいろな効果がある男性ホルモンなんですが、このテストステロンが減少するとメタボになりやすくなると言われていて、具体的にはインスリンの働きが弱くなる、専門的にはインスリン感受性が下がるというふうに言うんですが、これが高齢の男性においてテストステロン値が高い場合、インスリン感受性も高くメタボになりにくいという研究があります。さらに2009年から2010年に大阪大学で行われた研究によると、176人の40歳以上の男性でテストステロンの値を測定したところ、メタボ因子が増えるとテストステロン値が低下する相関関係が分かり、さらにこのテストステロン値が下がるとメタボ因子それぞれが持つリスクも増加するといった関係も分かりました。簡単に言うと、テストステロンが多ければ太りにくいし、メタボになりにくいということですね。で、このテストステロンの分泌量は脳がコントロールしているので、これを増やすための取り組みをしてあげるといいわけです。で、実際にテストステロンを増やすための2つの考え方なんですが、1つはテストステロンの分泌量を増やす作業ですね。で2つ目はこの分泌されたテストステロンを減らさないように維持する作業です。別々に考える必要があると思います。実際にテストステロンの分泌量を増やす10の方法なんですが、それをお話ししていく前にまずカフェインについてちょっとお話しさせていただくと、カフェインには過去にいくつかの研究でテストステロンを上昇させる報告があるんですけれども、2008年にニュージーランドで行われた研究では、24人のプロラグビー選手に筋トレ1時間前に0、200ml、400ml、800ml のカフェインを摂取してもらったところ、800ml を摂取すると筋トレによるテストステロン上昇を21%促進したということが分かったんですが、同時にストレスホルモンであるコルチゾールも52%上昇してしまったので、ストレスホルモンも一緒に増やしてしまうということが分かった。で、しかもこの 800ml という容量は 100ml のコーヒーだと 60mg のカフェインしかないので、800ml となると相当な量を摂取しないといけないので、あまり現実的ではないんじゃないかなと僕はこの研究を見て思いました。で、さらに2019年に行われた研究では、運動前にカフェインを取るグループ、取らないグループで比較したところ、運動後のテストステロンの値に差はなかったということも分かったので、カフェインは、そういった効果があるのかもしれないけれども、テストステロンを上げる効果を確認できない場合があったり、確認できたとしても、ストレスホルモンまで増やしてしまう可能性があるから、僕はあまり筋トレ前にカフェインを取ることはしないです。はい。で、早速、テストステロンを増やす10の方法についてお話ししていくと、まず一つ習慣という側面から僕は太陽光を浴びるのがいいんじゃないかと思っています。これどういうことかというと、体内のビタミン D を増やすためですね。2011年の研究によると、165人に1年間83マイクログラムのビタミン D を摂取してもらったところ、摂取したグループではテストステロンの値が増加したことが分かりました。でビタミン D はサプリとか食物から取ることもできますけど、一番は太陽の光を皮膚に浴びることによって生成されるので、日光を浴びる習慣をつけることでビタミン D が増えてテストステロンの量も増えるのではないかなと僕は考えています。2つ目は筋トレですね。どんな筋トレをするといいのかという点についてなんですが、2005年の研究によると、最大負荷75から 80% で10から12回の筋トレを1、2分のインターバルで3、4セットを行う。2012年の研究では、最大負荷 70% の筋トレを10から10回3セット行ったグループと、最大負荷 85% の筋トレを3回8セットやったグループを比較したところ、最初のグループの方がテストステロン値の維持率が高かったということが分かりました。結論から言うと、10回ギリギリぐらいの負荷をかけて10回3セットの筋トレが良くて、かつセット間の休憩は 1,2 分くらいにすると最もテストステロンが増える可能性があるということですね。ただ筋トレでテストステロンを増やすことには注意点もありまして、筋トレというのは長時間しすぎると
ストレスホルモンのコルチゾールが分泌されてきます。で、コルチゾールには筋肉を分解するといった働きがあって、筋トレの開始から60分から90分ぐらいで分泌されてくると言われているので、長くても1時間以内、僕の場合は1回の筋トレは45分もしくは30分で終わらす時もあります。ちなみに筋トレしつつコルチゾールをできるだけ抑えたいという人にはロディオラというハーブのサプリメントがあるんですけれども、このロディオラについては実際僕も飲んでいるので別の動画で詳しくご紹介したいと思います。さらに余談なんですが、ステロイドを取っているとコルチゾールの分泌が抑えられるという働きがあるそうなので、ステロイドユーザーはもっと長い間筋トレをしてもこういったデメリットがないから長時間の筋トレにも耐えられると。ただしステロイドを取っていない普通の人、いわゆるナチュラルの人は長時間の筋トレをすると逆に筋肉を減らしてしまう可能性があるので注意が必要だと考えられます。3つ目は有酸素運動。これはあまりエビデンスは確認できなかったんですが、96年の研究によると60歳から70歳の座りがちで健康な7人の男性を被験者として検証したところ、60分の自転車運動によって運動中のテストステロン値が 39% 上昇したという報告がありました。ただしもともと座りがちだった人ですし、60代ということもあって一般の男性にそのまま当てはまるかどうかというのはちょっとわからないですね。なので筋トレをしている人の多くは有酸素運動していなかったりすることもあるので、有酸素運動はテストステロンを増やす可能性はあるけれども、それよりは僕は筋トレの方が優先順位は高いんじゃないかなと思います。4つ目は食材のニンニクです。2001年の研究によれば生のニンニクはテストステロンの値を下げてしまうんですけれども、ニンニクをパウダー状にした食材はテストステロンの値を増加させるという報告があります。ダイエット雑誌とか筋トレによく取り扱っているターザンではビタミン B1 が多い食材として豚肉をニンニクと一緒に食べるといいというふうに言っていて、なぜいいのかという説明については、ニンニクに含まれるアリシンとビタミン B1 が結合することでアリチアミンという化合物が生まれると。でこのアリチアミンがテストステロンを上昇させるから、ニンニクと一緒にビタミン B1 がたくさん含まれる食材を食べるといいよ、で豚肉がその一つだよっていう風に説明していました。これについては豚肉とニンニクは相性もいいですし料理もしやすいと思うので試してみてもいいかなと思ってますね。5つ目はアシュワガンダ。これはハーブの一種で、インドではもともと古代の医学アーユルベーダでも使われている植物で、他にもいろいろな効果があると言われているんですが、テストステロンを増やす働きが報告されていて、かつストレスホルモンのコルチゾールを減らす効果もあるとされているんですね。でその他ラットによる研究ですと、がんを抑制する遺伝子を活性化してがん細胞の増殖を抑えたりする効果があるということも分かっています。こういった形でいろいろな効果があるので、アシュワガンダについては別動画で解説したいと思います。6つ目はトンカットアリ。こちらも植物ですが、マレーシアとかインドネシア、ボルネオ島、スマトラ島などにある植物なんですけれども、2012年の研究で76名の男性更年期障害患者被験者にしたところ、テストステロンの上昇が確認されたと。2013年の研究ではコルチゾールの減少、テストステロンの増加といった結果も報告されているので、こちらもアシュワガンダと同様にテストステロンを増やしてコルチゾールを減らすというトレーニー向きのハーブの可能性がありますね。ただあまりエビデンスが多くは確認できなかったので、もう少し調査をして別動画で解説していきたいなと思っています。7つ目、AGA の薬。2012年に行われた研究で102人の男性に対して研究したところ、 AGA の薬によってジヒドロテストステロンの生成を抑えてテストステロンの値が10から 20% を上昇したと。仕組みなんですけど、テストステロンがこの DHT という物質に変換されて、 DHT がハゲの原因になるんですね。なのでテストステロンが DHT に化けてしまうことをそもそも抑制するメカニズムなので、テストステロンが変換されずに残って10から 20% ほど値が上昇しただろうなと僕は考えてます。8つ目は他人と勝負、競争する。1989年にテニス選手を対象とした研究では、ほとんどの試合直前にテストステロンの値が上昇したと。でさらに試合前のテストステロンが最も高かった選手は試合前の気分が最もポジティブだったということで、テストステロンの値が試合の前に伸びて、さらに伸びている人ほど前向きでめちゃくちゃポジティブな状態だったということが分かったそうです。9つ目はギャンブルで勝つ。これは92年ノースダコタで行われた研究なんですが、5ドルをかけた勝負で勝者は敗者よりも高いテストステロンの値だったということが分かりました。一方でコルチゾールのレベルはグループの間で差がなかったので、このギャンブルで勝つことがテストステロンの値を増やす可能性はあるということが分かったんですけれども、あくまで勝った時だけなので、ギャンブルをすることがテストステロンの値を増やすわけではないですね。10個目が性的な刺激。そもそもテストステロンは男性ホルモンで、そういった男性らしさを司るホルモンでもありますので、性的な刺激によって分泌量が
増える可能性があるということは言われています。で、ここまでがテストステロンの分泌量を増やす方法でした。ここからはテストステロンを減らしてしまう6つの要素をこれらを理解することでテストステロン量を維持することができればいいなというふうに思います。1つ目は座りっぱなし運動不足ですね。2012年に行われた研究では座りっぱなしの人よりも日常的に運動している人の方がテストステロン値が高かったということが分かりました。これはテストステロンの分泌量を増やすという部分で筋トレや有酸素運動がいいというふうに申し上げたので、それに伴って運動してない人よりしてる人の方がテストステロンの値が多いというのは当たり前かなというふうには思います。2つ目、睡眠不足については2011年に行われた研究では若い男性10人に対して睡眠時間を削ると日中のテストステロンの値が低くなったと。12年に行われた研究でも若い男性に対して睡眠時間を2日連続4時間に制限してみるとテストステロンの値が下がったということも分かりました。でさらに2005年、これはラット、ネズミに対して行った実験なんですが、4日間不眠にさせてみると日に日にテストステロンの値が減少していって、その不眠が終わって十分な睡眠が取れる時間を与えても下がったテストステロンの値は回復してこなかった。でこれによって分かったのは、可能性としては徹夜が続くとテストステロンの値が下がっていくと。そして徹夜をせずに普通に睡眠時間を確保する日々を続けてもかなり下がったテストステロンがなかなか回復してこない可能性があるということが分かりました。なので仕事が忙しくてテストステロンがなかなか分泌されなくなっている人は睡眠時間を休みの日バッと取ってもそこでテストステロンが戻っていない可能性があると。あくまで可能性ですけどね。で、3つ目が亜鉛不足。2006年2008年にかけて行われた研究で韓国の男性88名に対して髪の毛における亜鉛濃度が高い男性はテストステロンの値も高いという相関関係が分かりました。なのでこれは別に亜鉛を取るとテストステロンが高くなりますよというわけではないです。亜鉛が多い人はテストステロンが多い。テストステロンが多い人は亜鉛が多い。どっちが因果関係か、もしくは全く別の原因があるのかもしれないですので、これについてはあくまで相関関係です。2007年に行われた研究では亜鉛サプリを1ヶ月摂取するとテストステロンの減少が抑制されたと。なので減っていく状況に置かれた時にその減少を抑制する効果は亜鉛にはあるかもしれないということが分かっています。ただしこれは十分にテストステロンがある人において亜鉛を取っても何の意味もない可能性があるので、あくまで減少が抑制されただけですね。2011年の研究では何もしない人、亜鉛のみの人、亜鉛と運動する人、運動のみの人というふうに4つのグループに分けて検証したところ、亜鉛を摂取しただけでもテストステロンの値はかなり優位に上昇したことが分かりました。でもちろんトレーニングと組み合わせるとさらに数値としては良かったということも分かりました。しかし2009年に行われている研究では亜鉛がそもそも十分に含まれている食事を摂取している人に対して亜鉛サプリを補給してもテストステロンの値に影響はなかったということが分かっています。なので亜鉛が十分に含まれている食べ物を普段から取れている、食事をできている人はわざわざサプリを買って飲む必要はないということですね。で4つ目、ストレスがかかることでコルチゾールっていうホルモンが分泌されるということは何度もお話ししましたね。でコルチゾールとテストステロンには負の相関関係があって、コルチゾールが高いとテストステロンが低くなって、コルチゾールが低いとテストステロンが高くなるという関係があるんですね。というのもコルチゾールとテストステロンは同じ材料、コレステロールから作られることから、これが材料を奪い合うので高い低いという可能性が生まれるんじゃないかと考えられます。これはあくまで推測ですけれどもね。でボディービルダーとか筋トレをしている人がよく卵を食べたりするのはコレステロール、脂質として取りやすいのでっていうこともかなりあります。こういった世の中でストレスにならないように生きる方が今難しいので、あくまでこのストレスについては参考程度に考えておいて、お風呂に浸かる時間を確保するとか、運動をしてストレスをためないようにするとか、ストレス発散する方法を考えた方がかなりいいかなと思います。5つ目、余分な体脂肪。テストステロンというのは脂肪細胞で女性ホルモンに変換されてしまいます。これによって男性ホルモンが減って女性ホルモンが増えるというメカニズムがあって、例えばステロイドのユーザーですとテストステロンがステロイドによって増えますよね。でその増えたテストステロンが脂肪細胞で女性ホルモンに変換されたことによって女性ホルモンが増えて、それによって女性化乳房などの副作用が発生するといったことが考えられています。つまり体脂肪が多いとせっかく増やしたテストステロンが女性ホルモンになってしまう可能性があって、ステロイドを使っていなくてもテストステロンが女性ホルモンになるというメカニズムは体内で普通に起きていることなので、
余分な体脂肪というのは減らした方がいいかなと思います。6つ目、アルコールです。アルコール2004年にヘルシンキの研究で男性10人、女性9人を検証したところ、3週間夕食の時にビールもしくはノンアルコールビールを飲んでもらったと。で、男性の場合はその結果テストステロンの値が減少したことが分かりました。しかし女性においてはあまり変化が見られなかったので、そもそも女性はテストステロンの値が男性より少ないですから変化があまり見られなかったという可能性もありますが、男性の方がアルコールによるテストステロン減少を大きく受けてしまうと考えられます。で、最後その他なんですが、一応水分不足がテストステロンを減らしてしまうという可能性があるという話を聞いたことがあるんですけれども、僕の中でエビデンスが確認されなかったので、もう少し調べてお話ししてみたいとは思います。はい。今回テストステロン量を増やす16の方法についてお話ししました。日常生活で取り入れられるものばかりだったと思うので、一つずつ試していただいて、ご自身に合った方法とか、ルーティーンを作っていただけると嬉しいです。今回お話しした内容、僕の方でエビデンスに基づいて書いてはいるんですけれども、違う論文があるよとか、全く正反対の意見もありますよということがあれば、コメント欄でぜひ書いていただけると、また調査して動画を作り直すこともできるので、ご容赦なくいただければ嬉しいです。はい、では、たくみでした。ありがとうございました。